世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。旅先で何気なく取り出したアイテムが思いがけず現地の人々から熱い視線を受けたなんて経験ありませんか？今回はドイツ人が驚いた日本人にとって懐かしのあれというエピソードと、そのアイテムに対する海外の人々の反応を合わせてご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それではまず話題となっていたある日本人女性のエピソードをご紹介しましょう。これは数年前に私が旅行でドイツを訪れた時の話です。旅行中は同じホテルに3泊したのですが、そのホテルの雰囲気がとってもいい感じだったんです。建物などの雰囲気というよりも、そこのスタッフさんたちがとてもいい人ばかりで、ホテルのロゴ入りボールペンがとても書きやすかったから、宿泊した記念も兼ねて、よければ売ってもらえないですかと尋ねたら、その場で内ポケットのボールペンを取り出して、書けるかどうかを確認してから、はいどうぞといった様子でひょいっとくれたり、そのスタッフは一人だけネームプレートをつけていたし、おそらく偉い人だったと思うんですが、満面の笑みでそうして対応してくれたんです。あと、英語が得意じゃない私はホテルのスタッフさんに用事があるとき、携帯の英和和英機能で訳した英文をメモに書いて見せたりしていました。そして何度かやり取りする中でメモに書かず携帯の画面を直接見せた時があったんですけど、印象的だったのはそれを見せた時のスタッフの反応。女性のスタッフだったんですけど、私の携帯画面を見た彼女は目を見開いてしばし絶句。すると彼女の顔はみるみるうちに真っ赤になって、とても興奮した様子で何やら嬉しそうに話し出したんです。どうやら彼女はその機能を初めて見たようで、これすごいわ、これさえあれば完璧じゃない、なんて素晴らしいのという感じでとても絶賛してくれました。たくさんの機能が搭載されていて、それをコンパクトに仕立て上げる日本のテクノロジーの凄さを改めて誇らしく感じて、すごく嬉しかった。それと同時に、ドイツの携帯には翻訳機能がないのかなって思って気になったのを覚えています。とても馴染みやすくて、それでいて丁寧に接してくれて、とても感じのいいホテルでした。女性スタッフの真っ赤な顔が何よりも印象的だった私のドイツ旅行でした。以上がある日本人女性のエピソードでした。とても素敵なドイツ旅行だったようですね。日々進化を続ける翻訳機能は、現代ではスマホでもたくさんのアプリが登場し、おなじみの機能となっていますが、今回ご紹介したエピソードは少々昔のもの。スマホが普及する以前、日本ではガラケーと呼ばれる携帯電話端末が主流であり、日本では2001年に世界初の 3G サービスが開始されていました。それに合わせてインターネット接続やワンセグ視聴、お財布携帯といった当時最先端の技術を誇る様々な優れた機能が搭載されており、翻訳機能としてはドコモの 905i シリーズが喋って翻訳アプリを2007年に発表していました。その機能を初めて目の当たりにしたドイツのホテルスタッフはさぞ驚いたのでしょうね。ガラケーと呼ばれる由来は、他の大陸にはない独自の進化を遂げた生物が多数存在するガラパゴス諸島から用いられた日本独自の進化を遂げた形態を指すガラパゴス形態の略称です。諸外国にはないたくさんの機能を備えているがゆえに、多くの海外の人々にとっては非常に高価なものとなり、海外では国内ほどの成功を収めることはできなかったのが、今回ご紹介したお話を生んだのかもしれませんね。
このエピソードに寄せられた反応をまとめましたのでご紹介していきましょう。海外の反応。今みたいにスマートフォンが主流になる前は日本のガラケーのクールすぎるデザインにハマってたんだよな。懐かしいぜ。ガラケーという存在を初めて知りました。とってもコンパクトで可愛い。ホテルの人が驚くのも無理ないわ。こんな小さな携帯に翻訳機能があるなんて思わないもの。私の持ってる電子辞書よりだいぶ小さいのに翻訳機能がついているの？信じられない。わかるよ。僕の国のは電話とメール以外の機能なんてなかったよ。今みたいに急速にスマホが普及するんじゃなくて、もっとガラケーの時代が長く続けばよかったのにな。私も全く同じ願望を抱いてる。スマホは確かに便利だけど、ガラケーがもっと活躍する時代を過ごしたかった。スタイリッシュな感じに憧れちゃうのは私だけ？ホテルの女性も欲しかっただろうな。君のコメントに700件のいいねがついたぜ。それほどの人が君と同じ思いを抱いてるんだ。私もガラケー欲しいな。今は希少になったけど現代でも買えるよ。デザインは素晴らしいと思う。だけど外でゲームができなくなるのは今の僕には考えられない環境だ。私も美的感覚だけで言うと可愛らしくて好き。だけど実際に使うとなると不便な面も多いのよね。いやでもこの見た目はすっごく素敵。不便を選んでしまいそう。今の若い子たちにとってはスマホしか見たことがないから新鮮なのかしら。日本に旅行に行った時のことは鮮明に覚えている。当時まだ私の国の携帯にはカメラがついていなかったけど、日本の人の携帯はみんなカメラがついていて当たり前のように写真を撮っていた。あれは衝撃だったわ。日本の携帯は世界の先を行っていたね。これは決して大げさじゃなく、過去日本の携帯にしかない機能は驚くほどたくさんあったんだ。おいおい、これは昔の話だぜ。日本のガラケーって今でも需要があるのかよ。私も日本のガラケーを買ってみたけど、全部日本語だから英語への切り替え方がわからなくて困ってる。誰か助けて。買った人がいたぞ。だけど今このタイプの携帯ってちゃんと使えるの？アクセサリーとしてじゃなくて通信手段としてってことね。私はオーストラリアの SIM、アメイシムを入れて使えてるよ。通信機器は日本が最先端だって父さんが言ってたけど、あれ本当だったんだ。日本の携帯は機能ももちろんだけど、デザインの美しさ、いろんなものがパーフェクトだよね。ドイツは携帯の普及も遅かった気がする。というか、物を作るのが何でもゆっくりだから、ホテルの人も余計に驚いたんだと思うよ。素晴らしかったものが今も変わらずに評価されてるのはすごく素敵なことだよね。世界は思い切って折りたたみ携帯の時代に戻るべきかも。スマホみたいな最新技術を搭載してデザインだけはガラケーってのはどう？おいおい、遅れてるな。すでに日本では折りたたみスマホが始まっているぜ。以上が海外の人々の反応でした。小さいイコール機能が少ないと感じる人が多いようでしたね。そしてその意見と同じくらい現在の世界において日本のガラケーを手に入れたい人々がこんなにもたくさん存在することに驚きですね。日本ではスマホが普及したことによりガラケーを使う人は格段に減りましたが、
シニア層に根強い人気を誇っているだけでなく、SNS 疲れを訴えてスマホを手放し、ガラケーを持つ若者も日本でも増えているのだとか。機種本体の価格の安さやコンパクトさ、ボタン式の感覚や電池持ちの良さなど、多くの魅力を持つガラケー。ちなみに通信規格である 3G 回線ですが、au は2022年3月にすでに停止。以降、ソフトバンクは2024年1月上旬、ドコモは2026年3月31日にいずれも停止が決定しています。しかし 4G のサービス終了日は現在正式に発表されておらず、2030年以降も使える予定で、今後発売されるガラケーは Android OS をベースにして 4G サービスを使用しており、見た目はガラケー、機能はスマホという進化系携帯ガラホと言われる機種のみになるのだとか。スマホ全盛期と言われる現代、若者に限らずスマホと距離を置きたいと考えている方はガラケーを選択するのもいいかもしれません。しかしガラケーに移行して当チャンネルを訪れていただけなくなるのは非常に悲しいので、移行後もパソコンなどを通じて引き続きご覧いただけたら幸いと思います。今後ともぜひお願いいたしますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。